はいどうも、アニモです。ちょっとね、やっとイベントの方が落ち着いてきたので、もう落ち着き終わったぐらいなのでね、インスタで紹介してた、可愛い、やつを編んでいこうと思います。はい。まず今回使っていく糸が、セリアさんのね、ニュッセっていうこの新しい糸ですね。もうね、4色ぐらいカラー展開あったけど、どれもね、むっちゃ可愛い色です。兄はこの色ともう一色違う色とが、お気に入りで買いました。で、65メートルで結構ね、太いかぎ針で編んでね、みたいな感じなんですけど、今回も言うこと聞かずに7号針と8号針で編んでいこうと思います。これが本当にね、ちょっと編んだだけでもむちゃくちゃ可愛いです。はい。これが、2玉半あったら今回はできるかなという感じです。で、次回もまた違うことを同じものの色違いとかで編んでいこうかなと思ってるんで、2回ぐらい、2回、3回、シリーズとかになると思います。はい。で、今回これですね。ダイソーさんの新しく出ました、このね、バッグ底板。まん丸ですね。ちょっと待ってよ。66の1.7、44か。44個の穴。ほんまか多分44個の穴がある、丸底になってます。これもね、ダイソーさんで、この色と黒とが売られてます。で、最近出たやつなので、ちょっとね、どこにもあるかって言ったら、ちょっとわからないので、バーコードこれなので、店員さんに聞いてください。はい。でね、ちょっと匂ってみようかな。袋からね、袋反射するから出したけど、匂うわ。あ、うん。まだ当たり、まだまし。合皮の匂いはするよ。鼻まで近づけた合皮の匂いはするけど、まだましです。これ当たり外れがあると思うんで、袋出してね、天日干しとかしてた方がいいんじゃないかと思います。はい。じゃあ今日はね、材料としてはこれを2玉半ぐらいと、これを1つ。で、あと、かぎ針としましては、よいしょ。7号針と8号針を使っていきます。4ミリと5ミリですね。この2本を使っていきます。最悪まあでも2本ある方がいいかなという感じですね。あとはハサミと閉じ針、あったら便利なヤーンスレダーなくても大丈夫。それと、ちょっと初心者ですねんっていう人は断面リングがいくつかあると便利やと思います。じゃんじゃじゃーん。今回編んでいくやつなんですけど、もう横からポコポコ見えとるけど、これはちょっと色違いのやつで作ったんですけど、めちゃくちゃ可愛い。この、底板を使ってるからめちゃくちゃしっかりしてるのと、あとはね、ポコポコがついたのと、あとここね、前にやったへたらない、小物入れとかでやった、あの時の動画がなんで今の自問自答をするならなんであんな焦げ茶の糸で編んどんねんって自分にね、過去の自分に突っ込みたいぐらい醜い糸で編んでたので、あの部分をちょっと採用してもう一回説明しつつ編んでいこうかなと思います。本当にね、しっかりしてるから、へたらないんですよ。ほら、わかる作品を邪険に扱ってるわけじゃなくて、普通ほら、ポンってやったらさ、普通の携帯やったらペタコーンとなるでしょ。それが、しっかり形状記憶みたいにかっちりパッチリやってます。なので、結構、しっかりめでいい感じです。で、これは、バスケット風にして、中にね、ちょっと、うちは、最近、金魚とかね、なんや、魚とか、メダカとかがぎょうさん増えて、その、なんか液体とかがあるからね、隠しときたいから、ここに入れようかなと思って作ったんですけど、これもね、例えば、ここに、マグネット磁石とかをこうつけて、パチッと止めて、ね。で、バッグにすることもできますね。横に D カンとかつけてもらうとか、ここ一番上引き抜きしてしっかりしてるので、もうここに直接カチャッとナスカンとかをつけてもらって、斜め掛けにしてもらうもよし、昔やった時があるんですけど、ここに、こう、持ち手をつけて、ダイソーさんでも売ってますね。端っこにこうリングがついてて、真ん中ちょっと茶色い革手みたいになってるやつね、合皮のやつ。あれとかをつけてワンハンドルバッグにするのも形めちゃくちゃ可愛いと思います。それから、ここに斜め掛けのショルダーをつけて斜め掛けで持つっていうのも可愛いと思います。立ち上がりもちょっとね、目立ちにくくはしてるので、ここなんですけど、目立ちにくくはしてるので、目立ちにくくはしてます。でも、正面としてはこっちの方が、バランス的にいいかなという感じで作ってるので、よかったら、立ち上がりはね、向こう向きで使ってもらったらと思います。はい。それじゃあ今日はね、このしっかりした、バスケットを編んでいきたいと思います。あ、サイズ測ろう。段取りよ言うてね、もうほんま長いこと動画やってなかったらこんなもんです。バッグの底はね、多分あそこにも書いてあるからあれなんですけど、何遍も編み直したからね、だいぶ糸がモケモケなってるけど、15.5センチぐらいですね。直径15.5センチぐらいと、深さですね。深さはもう好きなところでやめてもらっていいので、次回作はね、もっとここ下を丸みを持たせて、で、高さも低くして、なおかつ蓋の方にこのポコポコをつけて蓋ができたらなと今試案中なんですけど、蓋がむちゃくちゃ悩んでます。はい。
で、持ち手がないところのバージョンで高さが17センチのものにしてます。ここはね、本当に好きな高さで変えていけます。持ち手もね、好きな、長さで変えれるので、持ち手のてっぺんまで測っとこうか。ね。持ち手のてっぺんまで測りましたらば21センチというところですね。はい。で、この辺はお好みで、じゃんじゃか変えていくことができます。もうポコもね、あんまり多かったら減らすこともできるし、こんな感じになっております。はい。それではね、早速編み始めていきたいと思います。もうここにね、編みかけを入れて歩いてもいいし、あれしようかな。今日はここから糸を出そうかな。ヤンボール代わりやね。ここから糸を出してこう編んでいこうかな。はい。そしたら糸端を持ってきて、まずこの底面。これね、表面と裏面が一応私の中ではあります。こういうね、カーブで丸みを持ってるところが表としてます。で、このね、ほら、ポキッとカキってなってる、ちょっとこの辺もね、おにょおにょとなってる方が裏面やとして、もしこういうのにしたとしても、奥としたら見えないんですね。奥っていうか、内側。でももしこれが、あんた言うてバーン喧嘩した時、バーン倒れた時に綺麗な方がいいじゃない。裏もね。あとバックとしとって、ね、酔っ払ってべーんなった時に裏が綺麗な方がいいじゃない。なので、こっち側を表面を使っていきます。で、裏側は何ぞ入れとったら見えへんからね、かなという感じなので、まずこっちの綺麗面の方ですね。こっちの綺麗面の方の、どこの穴からでも大丈夫。7号針をまず持ってきまして、このアーチの柔らかい方のアーチの方です。コキッとじゃなくて柔らかいアーチの方に針を突っ込みます。どこでもいいです。はい。そうしましたら糸端を持ってきまして、まずね、上の方にちょろっと糸端を置いとく。手に糸をかけます。で、ここをね、糸を押さえときます。はい。そしたら、針にね、糸をね、こうして、はい、カクッとかけて抜いてくる。スーッとこの中から出してきて、スッ。この時、このね、板のね、真横にグッとくるまで。ね。これをこんなとこでやめたりとか、向こう側まで持っていかんと、このことつらい位置の、側面にクッと出てくるここまで持ってきたら糸をかけて、よいしょ、この子をかけて、この中を通り抜けます。これはね、今立ち上がりの代わりとするので、今数を数えません。で、また同じところに針を入れます。この時ね、ここ動かんように持ってる方がいいですね。入れます。これで糸を裏側でこなしてからかけて、で、この中を通してきます。これでスッとまた伸ばす。このバッグのこの底の側面までぐっとしっかり伸ばす。はい。そしたら糸をかけて、この2本の中を通ります。この2本の中。はい。これで今、細編みをね、一つ編むことができました。わからない人は今、針にかかってる糸の下、こうね、2つつっつと包んでるこれが1つ目の頭になるので、この2本にリングをつけときます。で、今回7号針で編むときは、あんまりきつく編まないで、普通にちょっと穏やかな気持ちでふんわりと編んでいってください。結構ね、きつい編み方をしていくので、緩めに編んでる方が編みやすいと思います。はい。で、今ここに細編みが1つ。立ち上がりは数えなくて、今細編み、大きい細編みで長いの。これが1つ。で、次は、V、2つ入れます。V って、V マークでね、2目入れるみたいな編み図があるのでね、V と呼んでます。まずこの穴に、ここが動かんように押さえて入れて、で、このね、糸端はこの側面にずっと押さえときます。糸端ちゃんね、最初の糸端ちゃん、側面に押さえといて、糸を後ろ側でかけて、この中を引っ掛けて出してくる。ぐーっと伸ばして側面までかけて2本の中を通ります。これ1つ編んだらブ。もう一回同じとこ。この糸を押さえといて、もう一回同じとこに入れます。で、この子もね、横側で持っといて、裏側で糸かけて、この中を通してきます。で、また側面までグー。そしたらかけて2本の中を通ります。はい、い。ね。いいや言うたら、ブー、い言うて2個編んだ。だから、ブー、い言いながら編んでいったら2個入れるので、2個編みました。次は1つです。この段は 1V、1V として糸をつけていきます。ですか？次1なので1つだけ次のところに入れて、糸かけて出してきて、横に伸ばしたらかけて2本の中を抜く。そんなキツキツじゃなく編んでください。はい、1編めたら次のところには V です。次の穴に入れて、かけて出してきて、側面まで。で、かけて、ブ。もう一回同じとこ入れて、糸かけて出してきて、かけて2本の中を通って、い。これでブー、いができました。じゃあ次1です。次のとこに1。
じゃあ次のとこに V です。1回編んだら V。同じとこ入れて、もう1回編んだらい。ね。V、V 言うていったら忘れません。でこの糸端はね、この側面ぐらいにある方が綺麗なので、よいしょ、しっかり1回引っ張ってみてね。はい。で、またここで1。これをね、繰り返していきます。で、まず言うときますと、下の方の、まあね、ちょっとこのラインの一段上ぐらいまではスパルタンです。今回は。ね。ちょっと、くそって途中で心折れそうになるかもしれへんけど、まあ、頑張りましょう。ね。もう数段だけの話やから、もうね、これが一生続くんやったらちょっと白目向かなあかんけど、頑張りましょう。なんでそうするかっていうと理由もあるんです。そこだけクタクタになって真ん中だけしっかり網やと持たないんですよね。持たないいうことはないけど、そこだけこなしてからコテンコン倒れたりね、上だけクニンクンってなったら嫌なので、そこも上の方のポコポコつけるところもね、しっかりなるようにしっかりめな編み方をしてます。ただそれが大変というやつですね。はい。まず 1V、1V、1V ってずーっときました。で、端っこももう編みくるめたので、これを繰り返して一周ね、回ってきてもらいます。いけるかな？これもう8号針じゃもうキッチキチなので7号針でいってます。はい、その方が編みやすいと思います。はい、そしたら頑張って一周ね、1V1V を回ってきてください。はい、じゃあぐるーっとね、1V1V とぐるーっと回ってきて、最後あと 1V で終わるところまで来てます。もうこの時点で可愛いよ。1ブイ。はい。これができたら、まずこの最初のリングしてるこの1目目ですね。1目目のとこに裏から針を入れたいので、まず糸を緩めて針を抜きます。で、この1目目のリングのところに、リング外してでも外さんでもいいんですけど、リング外したここ、後ろから前に針を入れます。はい。そしたらこの外してたこの糸を針に引っ掛けて、裏側へ持っていってください。ぐっと。この時ね、この糸は向こう側に捨ててます。はい。で、そしたらぐーっと一回ね、この針の上の糸を押さえて右側にぐっと引き締めてもらう。ここにね、今、よいしょ、わかるかな？この糸がね、よいしょ、こう通ってきてるんです。この糸です。こう通ってきてます。ね。この中を通って、こうね、今 L 字に折る感じですね。で、ちょっとたわみすぎてるので、この糸端持って、ふーっと。そんなに隙間がない程度に、ちょっとスカッとするくらいかな。このぐらいにします。で、そしたら、この子ね、針を外して、できる人はね、手でつまんでてもいいんですけど、わからなくなる人はリングをつけてください。この子に。外した子に。はい。そしたら、この子ね、L 字にいますって言ったら、この子の中を通って、この下。この子、つながってます、この子。ほら。この子見とってくださいよ。この子とつながってるから引っ張ったら、ほれ。ね。こうつながってるんです。このつながってるこの子の後ろ側を見てもらって、よいしょ。ここのね、後ろ側。この子です。この線のこの最初の頭の裏側ぐらいの根元にあるこの横の一本。ですか？こういってるとこの裏側のこの横の一本。最初の頭の付け根の根元におるという感じですね。この一本、ここに針を入れます。ちょっとね、ここがね、異常に硬いので頑張ってください。一目目は非常に硬い。ね、この一本に入れる。そしたら、この糸を針の上にかけて、この中を通してきます。はい、この中を通ってきました。で、この針にかけてた子を、リングに預けてた子を針にかけます。どっちの向きでもいいです。かけます。はい。で、針に糸をかけて、この2本の中を通ります。これが何になるかというと、これが立ち上がりになります。で、まず、立ち上がりのところにリングをするんじゃなくて、一目編んだ時にリングをしていきます。ですか？まず、ここに編んだ次。ね。これが一目目の頭ですね。その右後ろの子に編んだんですけど、今度はこの子の真裏のこのちょぴっといますね。この子に編みます。で、その時どうするかって言ったら、これ一目目ですね。わかりますかね。今編んだの一目目の右側に編んだんです。裏側ね。で、一目目の後ろからこう
前に針を入れて、それから裏向けてこの1本を取ると取りやすいです。別にあれですよ、ここ見てこの後ろのこのちょびなんですけど、ここだけ見てこう取れるわいう人はそれでもいいです。この1本だけをこうして取れるわっていう人はそれでもいいです。どういう取り方でもいいんですけど、この1本を取ってなんせ細編みをするんです。糸をかけて出してきてこの時ね、高さが合うようにしてもらって、だいたい地べたと平行に、これをね、ずっと意識してもらう。かけて2本の中を通ります。細編みですね。この1つ目の細編みの頭にリングをします。立ち上がりは無視してね、1目目にリングをつけます。で、これを繰り返していきます。今、この目の後ろ。次、この目の後ろ。今ね、編んだとこがここ。次の線がこれ。次がこれ。次がこれと、こうちょびちょびいますね。このちょびちょびを取るんです。で、ちょびちょびを取るのに、ここからこう取ってもいいんです。こうね。で難しかったら、後ろから前に持ってきて。このね、ここにいる糸いるでしょ？これがこう輪っかになってかかってるんです。かかってるこの子を取りたいから、この糸を引っ掛けてやると取れるんです。で、なおかつこのね、ここに V っておるんですけど、その右側です。右側に出ます。いいですか？ちょっともう一回やるからね。細編みをしますね。じゃあ次のところのこの裏のちょびを取りたい。このまま取ってもいいし、手前に刺して、ここを引っ掛けつつ、裏に出す。で、この根元にいる V の右側に出るように、針がこう。V の中割って出ない。ここです。細編み。はい。じゃあ今ここに編んだから次の目の、こう、後ろから前に張り出して、この子を引っ掛ける手で、こう出す。ここに。で、この V となってるとこの右側から出てます。針がね。糸かけて出してくる。かけて2本の中を通る。細編みです。これをね、一目に1つずつやっていきます。ちょっとね、難しそうに見えるかもやけど、そんなことないです。この1本を取ってるだけ。この次の目のこの1本のちょびちゃんを取ってるだけ。で、V の中にっていうのはどういう点のって言ったら、間違えてこの V の中を取らない。V の中じゃなくてこの右側。ここを取るっていう感じです。こうね、この1本だけを取る。慣れたらそんな難しいことはないです。しかもこんなややこしいのこの1段と上の方の1段しかやりません。しかとか言いながらね、この1段が大変な人もおると思います。で、ほんまにね、これが大変やし、嫌やっていう人は、ここの頭2本やなくて、向こう側半目を取ってもらうっていうのもできます。その時何が違ってくるかって言ったら、この鎖目が出るんじゃなくって、この上の1本のところに編むから、ずっと1本のラインが残るっていう感じですね。なので、そこがちょっと違ってきます。あとは、しっかりここを取ってる方がしっかりすると思います。はい。その理由で、このややこしいことをやってるんですけど、慣れてね、手の使い方が慣れてきたら、やりやすいと思います。やりやすいことはないけど、ね。はい。いけると思います。はい。そしたらね、こんな感じに、こう、ラインが残って、こうやって編めてきてるので、頑張って、ここを一段編んできてください。はい。じゃあまたぐるーっと回ってきて、最後、この 1V ですね。根元に編み付けた 1V のところですね。この1の右上。ここのこことここ。この右上。これが一つ。ここの足の右上。これと、ここの上のこれ。この3目が残ってます。はい。そしたら、邪魔。はい。で、またこの裏側のね、この1本ですね。で、一番最後だけ非常に取りにくいです。こうやってね、ここをこう挟んでやって、針入れてやったりとかしてもいきやすいんですけど、一番最後は非常に取りにくいです。言うほど硬いですね。なので、そこだけちょっと命かけて取っていきますよ。一番最後のここですね。ちょっと手前側に針を入れてから裏側で。あ、そうでもなかったわ。そうでもないです。はい。でもここちょっとまたゆったりめに編んどいて、ここで終わりました。ね。で、最初の頭、このリングしてる子です。ここに針をまた緩めて、抜いて、このリングの子に裏から前に針を刺します。
リングのこと同じところですね。ちょっとリング邪魔なので取ります。はい。そしたらまたこの外した子をかけて裏側に引っ張り出します。でまたこう右側にグッと寄せて、針の上を押さえてグッと寄せてたわみをなくします。はい。そしたらまたね、ちょっとよいしょ、たわみをなくして針を抜いたらこの子にリングをつけておきます。これねちょっとこの編み方の下ぐらいのポコのところぐらいだけこれをしますね。上の方のこの編み方になってきたらそれはつかないんで、そこまでだけちょっと頑張りますよ。はい。そしたらここね、今この子がこう生えてきてますね。ここからピヨンと出てこの中を通ってこう上がってきてるね。ここです。この子の下のところにまず針を入れるんですけど、裏側どこに出たいんやって言ったら、この生えてる子を包んでるこの子いますね。この下にあるこの下から入れて、この1本ぐらいだけを取ればいいです。これね、実は2本あるんです。この辺のこの1本だけ。無理そうやったら究極の話ね、ここの下にこう刺すだけでもいいです。ね。だけどまあちょっと隙間があかんようにここを入れつつ、裏側におるこの子の1本。2本のうちの1本ね。ここに入れて、糸をかけて出してくる前にね。はい。で、出てきたら針にかかってる子を、よいしょ。針じゃない。また言うた。リングにかかってる子を、よいしょ。針に戻して、で、かけて、2本の中を通る。これが立ち上がりになります。はい。そしたら次ですね。次は、頭2本の下。次はね、ここ立ち上がって、1目目がここです。立ち上がったこの真横にあるこの子。ここの下に針を入れつつ、この裏のチビの1本も取るというね、至難の技です。この1本。ちょっと見やすいところで見てみますね。よいしょ。まあ、例えばこの子のここに針を入れたら、この子の裏にあるこのチビ。これも一緒に取るっていう感じです。このベースの時にやったのと一緒で、この頭のとこのね、下をよく見たら足があります。わかりますか？頭のとこの下にこう足がいます。この間に刺すふりをしながら裏に入れると、この1本が取りやすかったりします。で、またこの V より右。ね、V の間を割って出ない。これを押していくんです。ちょっともう一回、同じここからいきますよ。1目目のここの根元をよく見たら、ここに V と足が入ってます。この間に突っ込み寄るふりをしながら裏を見て、ね。で、この1本だけ。この1本だけ。よいしょ。頭2本の下と、下に針を入れて、裏側におるこのちょびちゃんを取る。で、なおかつ足の V はここにおってね、足の V より右に出てるんですけど、ちょっとカメラが近いんかね。こうかね。ちょっと一回ここ編みますね。これで細編み、糸かけて出してきて、スッと伸ばしてかけて2本の中を抜く。これでこの細編みができたのが1つ目なので、わからなくなる人はこの1つ目にリングをしてください。ですか？次ね。次の目。今ここに編んだから次の目、これですね。これの下ペロンとめくると、ここの真下を支えるように、この子とこの子がいます。ここの間に針を当てるふりをしながら裏側を見ると、この頭2本の下にあるちっちゃい1本がいます。この子も一緒に取りたいなと。ね、で、根元にいるこの V より右側。ね、これがさっきも言ったみたいに、例えばこの間でね、間から入れながら、こうやって出す。この V の間を取るとダメです。V の間を取るんじゃなくて V より右でこのちびちゃんを取るだけで、 V の真ん中に入れていくとどうなるかっていうと、遮光していくんです。
でこれは遮光しなくてまっすぐっていう編み方なので、私が思った可愛い子ちゃんね、これがずっと縦にまっすぐでしょ、綺麗にこう歪んでないでしょ。ほんならこのまっすぐをひたすらポコッとつけてずーっと同じ編み方をしていってよ。このポコッ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 とね、好きな感覚でこれポコッポコッポコッとつけていったら、あなたサボテンみたいになるじゃない。ほんたらあなたむっちゃ可愛いんちゃうと思って、鉢カバーとかにしたらね、むっちゃ可愛いんちゃうんで、もう最悪これももう腐ってええわ思うんやったらね、水の抜け場へ思いますよ。あかんか。あかんか。ね。そんな感じです。はい。今これ刺さったんかな。はい。じゃあ次いきますね。今編んだとこの次の子の根元、次の頭の根元の部位の間を取り寄るふりして裏を見て、このちびちゃんね、一緒にこのちびちゃんも取る。これも取って編む。いや、そんなにね、難しいことないんですよ。この間取りながら、このちびちゃんも指で押さえて、ここやな、ちびちゃんも取る。どっか見やすい色あるかな、ないかな。この頭の下におるよ、ちょんちょんといますね。頭のギリギリ左と頭の真ん中ぐらいを支えるこのちょんちょんと小さいのがいます。くっとめくったら、この間に針を突っ込むふりをして裏を見ると、ここね、このちょびちゃん取れます。でちょびちゃんの中にこう V と入ってるけど、 V より右のここに出てきます。この子で言うと、この後ろのこのちょびちゃんも取りたい。このちょびちゃん、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 このちょびちゃんを取りたいんですね。でちょびちゃんを取るにあたって、ちょびちゃんから生えてるこの V の右側で出たい針がね、こう頭2本とここのちょびちゃんに針を刺すんだけど、ここのちょびちゃんに入ってるこの V の右側に針を出したいんです。わかるかなね。よいしょ。はい、めくってもろうて、下にあるね、この頭を支えてる、左から支えてること真ん中に支えてるこの間、ここに裏向けて、今見やすいかな、 V と横棒見えますかね。ここの V と横棒のちょっと待ってよ、ここ V の右側でちょびの下で、これもね慣れてくると割に簡単にできます。ここに合わせといて、ここの1本を取るだけ。そんなにね時間のかかるようなことでもないです。ここを取るだけで、これを編むのは5段だけ、6段5段ぐらいなだけなので、そこも頑張ってくれたらしっかりするし、遮光しないし、いいんじゃないかなと思ってます。もう究極無理や言う人はもう普通の細編みでいってくださいね。それでもよろしおます。もうだって縦にまっすぐこのちょびちょびをなんていうの、縦にまっすぐこう並べたいわけじゃなかったら、少々歪んどってもええし、こんなカチッとしてなくても、カチッとって、ここはカチッとしとるよ。ここよりはやっぱりちょっとやわいけど、普通の細編みよりはしっかりしてるんです。でもっとしっかりしたかったら、本当やったらさっき言ってる V の中を取っていけばいいけど、ここの柄が斜めにちょっと遮光するので、今回は縦模様を採用したというだけです。もっと私はしっかりしたいから V の中を取るっていう人もそれもよしね、もう好きな編み方にしてもらったら良いと思います。普通の細編みでしか私できへんいう人はそれでもいいですね。なんせぽっちょりを作るまで頑張りましょうね。ぽっちょりができたら可愛くぐっと可愛さアップになるので、そこのとこまでまず頑張っていきたいと思います。で今から、そうですね、今これが2段目なので、よいしょ、ここで言うね、1段2段、今このちょびの下の段を編んでます。このラインの1個上1個上で、ここでちょびが来て、ちょびの上123段編むんです。なので、全部で6段のうち間にちょびが入ってきますから、そこでね、ちょっと気分転換しながら頑張りましょうね。足元を取り持って、この裏側のちょびを取り持ってね、ちょびと手前の頭2本取り持って細編みをするね。
ここを取っていくから、せやから備えにぎゅうぎゅうに編むとあーた硬いでいうことなので、ふんわりんこね、編んでもらったらいいと思います。私は大体ね、基本的にちょっとかっちり編むタイプなので、まあね、硬いですわな。硬いですけど、まあ、いけんことはないですね。こうしてからこの裏のちょびの一本も一緒に取るっていうだけなので、はい。これでね、じゃあ頑張って一段編んでいきますよ。この一段編んだらね、次ちょびの段なので、頑張って楽しんで編んでいってもらったらと思います。これでね、今パキッと曲がってきてます。はい。じゃあ頑張って、ここも一段編んでみてください。はい。じゃあ一周ね、またぐるーっと回ってきました。で、これはね、ずっと、最初44個の穴から拾ったのが66目。で、常にずっと66目になってるので、数はね、数えるんだったら66目になってます。はい。で、あとね、残りどこかなって言ったら、リングをしてるところの手前に、こう、縦目にね、こう、くるっとある。この子が立ち上がりの子です。ね、この子は数に数えません。これが一目目ですね。数に数えない子。その手前に大きい頭。大きい頭。ね。足もしっかりこう、ある子です。ここあと残り2つ残ってるから、残り2つ同じように編んでいきます。こうやって、1で、このね、7号針で編むときは極力ふわっと編みます。で、最後ね、ここ。最後のとこはね、こう、V が、足元の V がね、こう、ちょっと一本と斜めにこう、横向きにいるんです。こうとこうと。だけど、この一本取るのは変わらないので、ね、この手前のここと足を引っ掛けたこの一本ちびちゃんね、取って。これで OK です。はい。で、細編み。はい。そしたら、最初の頭に引っ張ってつなぐんですけど、わからない人は今まで通りね、リンゴを使ってもらったらいいと思います。まず、針を緩めて、外して、ここね、ここの後ろから前に針を入れます。よいしょ。はい。で、この子を引っ掛けて、裏側に出す。上を押さえてぐーっと引き締める。たわんだ子を戻す。はい。で、わからない人は、ここを外して、リングをつけといてください。で、リングをつけない人は、ここをつまんでおく。つまんでおいて、このつまんでる子がここから出てますね。これが最後の頭、最初の頭。ここにこう、なんちゅうの通過してるこの足元のところですね。ここから針を入れて、裏側を見て、裏側にあるここの2本のうちのね、この1本だけを取ります。ここですね。ここです。はい。じゃあ糸かけて、この中を出してくる。で、この今外してた指でつまんでた子を針にかけます。よいしょ。はい。で、かけて2本の中を通る。これがね、難しい人はリングを使ってください。使わなくていける人はこれも楽です。はい。そしたら、今この立ち上がりは数えません。次の細編みから数えていくので、まず2回細編みをします。またこれが1つ目の頭で、足がここ。足の間に針を入れつつ、裏側でね、この1本だけを取って。1目目は硬い。ね。はい。で、この V の右側から出てますよ。で、ここで1、次の子も同じように、よ。ね、この V の右側から出て、裏のちっちゃい子は拾ってます。はい。これで2回できました。あ、リングしてない。わからない人は今2回したのでね、1、2、ここです。ごめんなさい。はい。ここにリングをつけておきます。で、次ですね。次はパプコン編み。このね、ポコちゃんを作っていきます。なので、よいしょ。まずポコちゃんしようかな。まず、針に糸をかけて、で、今から取るところは、これが普通の頭ですね。今まではこの頭の裏のこのちびちゃんも取ってねとかやってきたんですけど、これが頭です。この頭の手前の1本だけに長編みを5回入れます。まずね、ちょっと針に糸かけるって外れてもと、こうね。まず今この状態から針に糸をかけたら、外れないように押さえとく。で、この目の手前の1本だけに針を入れる。ちょっと糸割れた。この手前の1本ね。そしたら糸をかけて、この中から出していきます。で、スッと伸ばす。ね。これも平行になるようにスッと伸ばす。そしたら、針に糸をかけて、
まずね、この左側にあるこことここの2本の中だけを通ります。2本の中だけ通ってここに出てきます。で、またかけて残りの2本の中を通る。これが長編みです。これをね、同じこの足が入ってる同じここの穴に5回入れます。今1回できたので、また針に糸をかけて、外れないように押さえて、同じところに入れて糸をかけて出してきます。すかけて左の中をちょ、右の中をちゅ。ね、長編みがこれ2回目できました。同じようにあと3回編み入れます。1、かけて入れて、かけて出してきてす、かけて2本の中、かけて2本の中。あと1回ね、ここに長編みを編みます。これでね、5回長編みができました。そしたら針をスーッと緩めて、この緩んだところにね、人差し指でも何でもいいから指入れといてください。ね。で、ここから今この指にかけたこの根元におるこの子から数えます。1、2、3、4、5個目。この5個目のこの鎖みたいな子。この頭2本の下からこう針を入れます。はい。で、ここに針をこう入れて、指にかけとった子を戻します。で、今たわんでるからね、たわみなくすように糸を引っ張る。はい。そしたら次は、この指で、このね、長編み5個を前にクッと押します。で、針はこの向きで、このかかってる糸をこの中から通してきます。この向きでこう、ちょっと突っ張った状態でね、引っ張った方がいいです。引っこ抜けました。引っこ抜いたら鎖編みを1つかけて抜くだけです。はい。これがパプコン編みになります。このパプコン編みができたら次からまた5回普通に、このね、足を V の間から編む5回ですね。このね、今編んだとこの次の頭がこれです。今編んだとこの次の頭これですね。頭の左下の足分かりますね。この間に入れて、裏側のこのちっちゃい1本も取って、ね、V の右側。この細編みですね。真ん中、割ってパックンの細編みみたいなね。右斜めみたいな。なんか名前あるんかなこれ知らんねんけどね。これでもこれしっかりしていいんです。ね。2、まずね、5回編みますからね。3、ここ。何を隠そう。さっき1回1周回ってきたんやけど、全然間違えた編み方して、何を大ボケかましてね。これで1周ほどいて戻ってきたんです。よいしょ。5。はい。じゃあ、このパプコンちゃんの次の目から、1、2、3、4、5回、細編みを繰り返してきました。真ん中、パックリ割れ、細編みをしてきました。はい。そしたら次、ここにパプコン編みです。今編んだとこの次の頭、ここにパプコン編み。針に糸をかけて、この手前側の1本だけをすくいます。で、さっきと一緒ですね。かけて出してきてす、かけて左の2本、かけて残りの2本。これで長編みが1。同じように同じところに長編みをあと4回、全部でトータル5回ですね。編んでいくことになります。ちょっと難しかったらね、さっきのところまで巻き戻してスローで見てください。はい。これで長編みが5回できました。緩めて指にかける。で、1、2、3、4、5。根元のね、5個目。はい。で、糸かける、たわみ戻す。パプコンを後ろから前に押して引っ掛けてここの中を通過。鎖編みを1つ。パプコンが完成です。はい。そしたら今ここに編んだ次の目がここなので、ここの間から入れつつ、裏側のちょびちゃんも取る。V の向こう。ね。はい。で、5回。1、よ、おうの。2、3、4、はい。これで今5回編めました。これはね、ほんとあんまりきつく編まないようにね、してください。はい。そしたらまたパプコンっていう感じですね。これの繰り返しです。5回細編みをしたらパプコンを作って、5回細編みをしたらパプコンを作ってっていう感じですね。で、一番最初は、細編みを2回入れてからパプコンをしましたね。ということは残り帰ってきて、あと3回の細編みをすることになります。で、トータル5回っていう感じですね。1、2、3、4、5。ここね。はい。で、また
ここが終わったので次がここ。よいしょ。はい、こんな感じです。最初ここ2回で始まったので戻ってきて、ここでパプコンになるはずです。で、1回、2回、3回細編みを編んで最初につなぐっていう感じになります。これでね、ちょっとパプコンちゃんが上手にできてきております。はい。んで、この子がね、66目あるうちの6回に1回作ってるわけじゃない。5回細編みしてパプコン。6目に1つパプコンがつくっていう感じですね。なので、トータルね、11個のパプコンがついてきます。11個のポコポコがね。だから11回に1回パプコンをしたら6個だけパプコンができるからと思ったんやけど、そうしたらちょっと数少ないかなと思ったので、ちょっとね、中途半端な11個っていう数なんですけど、こうしてます。で、上の方もだからね、均等割りでこう、なんちゅうの半分にこう持ち手が来るようになってるので、まあ、おかしかないんですけどね。こんな感じで。ちょっと、バランス的には11個やから、割り切れないぞ、みたいな感じになります。はい。上では割りますけどね。はい。数字、算数、またしたいと思います。はい。ほんで、今回はここのね、このラインを出すところまでをやれば、7号針がもう終わって、ここ8号針で編みます。で、また次7号針で編むっていう感じなんですけど、今回はここの7号針のところだけを説明します。で、次回8号針のところと、ここは応用みたいなもんなので、またちょっと説明しつつ、ここ計算しつつね、やっていって、もうこのバスケットになるか、バッグになるかって感じなんですけど、これが、次回で完成すると思います。で、その次なんですけど、まだちょっとね、試作に試作を重ねて、ちょっとおばあちゃんちのこたつの上にあるんちゃうみたいなね、もう頭悪なるぐらいむちゃくちゃ考えてるんですよ、これを。どこに割ってどこに玉つけようとかね、これ引っ張ったろかいとか言っていろいろやってるんですけど、これはね、小物入れです。この子と、この玉がね、4玉半あったんですよ。ほいで、このバスケットちゃんと、この子と蓋ができて、ちょうどこれが余るぐらいなので、5玉あればね、手が緩い人でも十分、この2つが作れると思います。で、このバスケットが終わったら次の時に、ここはね、底がちょっと違います。ここの編み方が違うので、ちょっとぽっこりこう丸くなる感じですね。ここの説明と、この辺は一緒なので、あと最後バック細編みの説明をする時があって、で、それが終わって、次ですね。この時までに命がけでもうちょっと蓋考えてきます。なので、いろいろ考えてるのは、ここにね、もう糸が足りへんから、買わなあかんけど、全部ね、タッセルをこう、ぶら下げてこうなるようにしても可愛いなとか、ここをパキッと曲がるようにして、ここにパプコンをつけてね、こう横から見てもこうパプコンがポコポコ出るようにしても可愛いかなとか、ばっかり考えてます。ただこうちょっとバランス的にここが11個あるわけじゃないので花びらがね、どうなるかなと思いながら、ここもパプコン多いやろかとかいろいろ考えております。なのでもうちょっと時間くださいね。よいしょ。こっちの方はね、あと数日でできると思うので、頑張ってやっていきたいと思います。はい、こちらのシリーズにね、お付き合いお願いします。はい。ほんなら、もう説明いらんね。したね。喋りすぎや。ほんなら、ここ一周頑張って、パプコンを作りながら、編んできてください。はい。じゃあまたね、ずーっと回ってきました。で、今、パプコンしてね、パプコンの最後の鎖もしたところですね。そしたら、残り、1、2、3。で、ここが立ち上がりなので、残り3回、最初2回編んだので、これでちょうどここの間もね、5回になるっていう感じなので、またここも普通に編んでいきますよ。1、このちびちゃんだけ取ってね、割れたか。割れてないね。2、で、最後の子。最後の子の時は、よいしょ。このちびちゃんを硬いからね、しっかり取って、でこの V がちょっと斜め向きやけど、この V の右側に来てますね。はい、これで最後ができました。そしたらまたさっきみたいにね、最初のところとつないでいきます。緩めてリング外してね、覚えておいてくださいよ。じゃあここやったので、後ろから前、この子を引っ掛けて後ろに出すよ。くっと引き締めてたわみをなくす。でまた同じ立ち上がりをします。針外して、無理な人はリングつけといてください。間から入れながら、裏側のこのすぐ際におるね、1本だけも一緒に掴んどきます。無理な人はね、もうこの下普通に突っ込むだけでも大丈夫です。はい。でこの外しとった子をかけて通る。はい。
そしたら次ですね。次は、まず2回は普通に細編みをします。こことここの子ですね。この足の間を取りながら、普通じゃないけどね、パックリ割れ細編みをしていきますよ。この1目目は非常に硬いです。毎度言うとりますけど、はい。1。で、1回編んで分からなくなる人はリングの方をつけておいてください。はい。で、またこのパプコンちゃんのね、横ギリギリにおるので、パプコンちゃん邪魔やったらゴインとのけて、ここの間に入れつつ、裏側を見て、ちょっと待ってよ、よいしょ。ちょびちゃんも取りながら、よっ。ね。はい。これで2回細編みが編めました。そしたらですね、次、この子を編んだ時、この根元ね、手前半目だけを取ったので、裏側を見たら、よいしょ、このパプコンちゃんのね、この一段下、ここにこの線が1本ぴょろんとおかしいのが残ってるの分かりますか？これは手前半目取った時に奥半目が残ってましたね。この子が奥半目になります。で、この子に普通に、中長編みとかで取っていくと、この子がプリンと出たまんまでね、上から見るとあんまりこう可愛くないんです。なので、この子をこうやって上から見ても可愛いまん丸にするために、私考えました。はい、やっていきます。まずですね、このパプコンちゃんを見たら、まっすぐにこの一番上ピョンと折って、斜めにションと折りますね。この斜めの子を拾っていきます。で、数で数えるとね、こう見てもらうと、一番端っこのこの頭がこれ。次の長編みの頭がこれ。次の長編み。3つ目の子がこう斜めにションと折る子なんです。で、ここね、1つ目はこうもうちっちゃくなって、この縦にまっすぐぴょこっと折る子が2つ目。なぜ5個パプコンの時に5個長編みをして、一番センターで取りたいんです。もし心配で数えるんやったら、ここの頭、1、2、3個目って言って数えたらいいけど、パッと見全部、まっすぐとこの横向きに折る。この子を取ります。このまっすぐじゃないよ。この横向き。こうまっすぐがあって横向きにあるこの子。もうね、比較的どこを見てもパッと見たらわかると思います。まっすぐと横。この横のこの一本を取るっていう感じです。いけますか？まっすぐと横。全部のところにそんな感じでいますから、心配やったら数えて、心配やなかったらもうそこを取っていったらいいです。はい。まず針に糸をかけまして、で、この1本、さっき言った1本ね、この1本だけ、手前にぴょこっと折るこの1本だけに針を入れる。で、このまま後ろ側を見て、このね、結構な下やけど、ここに横棒がいますね。ここの頭たちの一段下、さっき確認した横棒です。この1本をこうやってすくいます。不自然に折る1本です。すくいます。で、ここで針に糸をかけて、この中を通してきますね。ちょっとややこしいけど。で、この頭、拾ったパプコンの頭の中も通します。そうすると針にこう3本かかった状態になります。ね。で、長編みやったらかけて2本かけて2本なんですけど、ここ中長編みをするので糸をかけて、この3本の中一気にスイッと通ります。これで終わりです。これで終わりですってちょっとややこしそうに見えたんですけど、やってることはそんなに難しくはない。ちょっと、次いきますね。今このパプコンちゃんの裏を編んだので、よく見てもらったら、ここはパプコンちゃんの鎖をした目なんです。ここに足があって頭があります。ね。よく見てね。このパプコンちゃんの真横の足があって頭1、2、3、4、5個目。この頭ですね。ここの頭の下の足。わかるかな？のこの1本。取って。で、普通にね、パックリ細編みを5回です。1、2、3、4。で、パプコンちゃんのね、ギリギリ横におる子ですね。この子。この子もしっかり取って5。はい。じゃあちょっともう一回やってみます。針に糸をかけて、一番正面におるこの糸です。このまっすぐの横におるこの正面におるこの糸。ね、針に糸かけた状態で、この正面のこの1本を取ります。
取った状態で裏を見てグッと見たら、このパプコンのこの根元の一段下、ここに横におかしな子いますね。この子を取ります。もう間違えたとこととても少々ととても大丈夫。こうちょっとね、ちょっと下、一段下ぐらいのところなんです。はい。で糸をかけてこの中を通ってきて、でこのパプコンちゃんのやつの中も通ります。でスッと伸ばす。3本になったのでかけて3本の中を通り抜ける。はい。じゃあこのパプコンちゃんが終わった次の足の頭がここ、足の間に入れつつ、こうでまたこうですね。1、2、なんか時々ねアクリルやからファサファサした毛が入ってんのよ。2、3、ちょっと毛玉になりやすいかなと思う感じがしますし、置いてるだけやったらね大丈夫やと思うんですけど、よいしょ。5。はい。じゃあ5回できたらここね、ちょっと普通にやってみます。かけてこの一番手前にある1本を引っ掛けて、裏側にある一段下のこの1本引っ掛けて、かけて出してくる出してくる出してくる、かけて3本の中を抜く。これだけなんですけど、ちょっと説明がねややこしそうに聞こえたかもしれへんけど、中長編みをする時に拾うのをパプコンの頭と裏側に残してた、細編みの頭の半目ですね、残してた半目を取るっていう感じなんです。ちょっとね説明ではじゃあこしく聞こえるかもしれへんけど、実際やってみるとね、これ動画見とったら分からへんけど、実際一緒に編んでみるとなんかあるある、いけるみたいになると思うかもしれへんのでうさんくさいな。はい、針に糸かけてこの1本だけを取って、裏側にある一段下ね、よいしょ、よく見たら一段下にあるこの横線、ここでかけて出してきます。ちょっと糸割れたか、よいしょ、ね。で3本になったらかけて抜く。じゃあまたこの横ですね、ここから5回の細編みっていう感じで続いていきます。よいしょ。こうすることによってこのパプコンちゃんの上のねこのぼっそりも一緒にまとめて編んでるので、コロリンと丸くなるっていう感じですね。はい。なので別にね、もうここめんどくさいし無理やん、こんなんつかまれへんいう人はもう普通に細編みをして、このパプコンポリンと裏返してみたらある横線ありますね。この子ですね。この子だけを取って中長編みをしてもいいです。その代わりその人は見えるのが真上から見たらこのぽっこりのこのぽっこりのぽっこりーナが見えるという感じです。はい。で正面から見てもね、このほらぽっこりのこいつが残ってくるじゃない。ここ編んでまうとここが残ってくるじゃない。だけどこれを包むことによって丸くなるというね、これをちょっと編み出しましたので、これをやってみたらどうかなというだけです。またこれも頑張って一周また回ってきてください。はい、またぐるっと回ってきて、あとパプコンの上なのでこの子針に糸をかけてからこの子1本を掴んで、手前にある子ですね。で裏側をぐっと見たら、このすぐじゃなくてこの一段下ね、裏側にあるこの1本を掴んで、で糸をかけてこの中を通してきて、この中を通ってでかけて抜きます。はい。そしたらここからまた普通にね頭が3つあると思います。3回細編みです。なんか糸が割れたぞ。時々ね違うのをちょっと引っ掛けると変なのが真ん中からポロッと出てきたりするから、そういう時はね潔くやり直してください。ちゃうの掴んだら言うてね。2で最後ここですね。最後の子はちょっとまた硬いので、よいしょ、ホップね、力ずくでいきます。はい、これができたらあと2段ね、この下の時は2段編んでパプコンが来て、でその後普通やったら2段で終わるんですけど、さっきの中長編みを入れた今のこの段ですねと、あと残り2段編むんです。なんでかって言ったらこうね、ちょっとだからここをセンターぐらいに見せかけたいので、下に2段あってパプコンが入って中長編み、その後2段あるけど、
この編み方をするとね、この子がこう編み目にぶっとかぶってくるのよ。だから1段やったらここにもうこのいきなりこのチェーンみたいなやつがここにブーンと来てもたらえらい玉のチカチカになっちゃうので、ちょっと、わざとここだけ1段多めにしてます。数がおかしいでとか言わんといて、合うてる。大丈夫か、言うてけへんか。よし。ならまた同じように、つないでいきますね。立ち上がりの横の最初の子につないでいきますよ。はい。で、この変なね、立ち上がりをすんのももうこの段で、この段、この次の段、その次の何段かで終わりなので、ちょっと締めすぎたわ。締めすぎたわ。ね、これ締めすぎるとこういう目に合うんです。よし。そのね、クロスの編み方をするところの時は普通の立ち上がりになってくるので、この辺だけね、ちょっと見栄えだけの問題なんですけど、で、またこの間から入れつつ、1本、裏側にある子の1本も一緒に取る感じですね。はい。で、かけて出してくる。無理な人はね、遠慮せんと、遠慮はせんかもしらんけど、遠慮はせんと、使ってくださいね、リングをね。こういうね、糸が割れたり、こういう羽目になりますから。はい。んで、よいしょ。立ち上がりをします。はい。そしたら、ここから2段。全く同じことですね。普通に間を割りながら、ここでまず1目目は硬いけど、いいよ。ね、ここで1つ編んで分からなくなる人はリングをつけて、ね。で、次、ここ細編みやったとこですね。2つ。はい。で、次、中長編みやったんですね。さっきの段、中長編みやったんですけど、これどこを取るかっていうと、これが中長編みの頭なんですけど、頭の下にね、こう横に1本ありますね。頭と横に1本ある。これの下から針を入れて、裏側は、よいしょ。この横に、こう出ると綺麗になることが分かりました。ですか？ここに細編みをします。はい。で、次は普通にここから5回の細編みをしたら、次中長編みの頭がきますね。1、2、3、ここをしっかりグッと入れてね。4、だからこれをね、あんまりきつく編みすぎてると取りにくいから、ちょっと気持ちふんわり編んだ方がいいですよっていうのがそこですね。はい、5回編んだら次中長編みの子があるので、この頭2本の下にあるちょびちゃん、ここの下に針を入れつつ、裏側ではこの縦のね、横、この縦におるこの横です。ここに出てきて細編みをします。はい。じゃあまた次から5回普通にっていう感じなんですけど、まあね、大方どこ取っても大丈夫なのよ。ただちょっとすいたりとかするのと、しっかりさせたいからそこを取ったらいいかなというのをね、何べんも編み直してね、糸ボロボロなるまでやりまして、それでここかなというとこになったので、よかったらやってみてください。3、4、よいしょ。こう。はい。そしたら中長編みの時なので、頭の下にあるこの子のところから針を入れて、裏側はこの縦のこの横側に出てきます。ね。これを繰り返します。で、なおかつ、この段が終わったら次もう一段。これはね、普通に、この次の段は、頭を取っていくだけなので分かりやすいと思うんですけど、そこを編んでから、あと1段、ラインを出すような編み方をしていきます。まずね、この段、1段頑張って編んできてください。はい、またずーっと回ってきて、あとこのパプコンちゃんの上、この頭の下のこの1本のとこ入れながら、裏側は、ここですね。この1本の横、V の間ぐらいです。で、ここに編んだら残り3目ですね。で、この次の段もね、同じようにこの、なんちゅうの、パックリ細編み、右斜めバージョンみたいなやつをね、やっていくので、一緒なんですけど、
よいしょ。最後だけね、またむっちゃん硬いから命がけで頑張って取ってね。最後と最初だけしのんちゃうかと思うけど、私はお腹の肉とかもぐーっと使いながらね、ぐーっと針押してからね、やっておりますよ。もう最初無理やったらね、頭だけ取って、そこだけやってもいいんですよ。こう硬いからね。こう無理やったらもう頭だけ取って、もうそこはよしとするみたいなんでも OK です。はい。じゃあこれができたらまた最初とつなぎます。じゃあ今度はちょっとね、リングを使おうかな。よいしょ。はい。さっきちょっとね、糸が割れたから。よいしょ。はい。じゃあここで外したところにリングをつけときます。ね。で、この隙間のこの子のところから針を入れて、裏側にあるこの子の2本。この子が結構くっついてるからね。どこぞやお前の1本は言うて、まあ大体のとこでもいいです。この子だけかな。この子だけかな。うん。ここを取ってかけて出してきて、でリングの子を針に戻す。でかけて抜く。立ち上がりができました。ほな次からね、またこれね、パックン右斜め割れ細編みをねしていきますよ。はい、これで一つ編んだらまたリングで、またねこれ同じことをずっと一周ね編んできてください。はい、ちょっと長くなってるから頑張って編んでいきますよ。それじゃあまたね一周回ってきました。一周回ってくる間に何があってんぐらいねちょっとボロなっとるんですけど、陶芸をねちょっとしとったやつを終わりらへんに見てもらおうかな。なんで言ってね。はい。今、一番最後まで来てます。もう最後の目も硬いからね、編んじゃいました。で、一番最初のところに今度引き抜くんですけど、よいしょ、ちょっと覚えといて外しまして、またこの子の後ろから前に針を刺します。で、よいしょ、糸をかけて後ろに持ってくるまでは一緒です。で、ぐっと引き締めるまでも一緒です。ね、たわみを引っ張るまでも一緒です。ね。はい。そしたら、ここから、まずですね、裏側を取っていきたいから、まず針を外して、ちょっとわかりやすいように、じゃあリングつけておきますね。はい。で、またここの、これほら、このね、この子が一緒つながってる。この子の裏側を見てもらって、よいしょ。このね、糸がかかってるやつの下の子でいいです。この子。この子の1本を取ります。ですか？この1本。2本あるうちのね、1本です。ほっぷ、ちょっと硬いけど。しかも低ハンドクリーム塗りたてで、あなた滑るわよ。よいしょ。この1本ね、を取ります。で、糸をかけて出してきて、この子を引っ掛けて、で、外して、かけて抜きます。はい。そしたら、ここからはラインを出していきたいので、下の時と一緒ですね。まず、ここが1目目ですからね。今、こう、引き抜いたこれが1目目。1目目の裏側を見て、このちっちゃい子。ね、このちっちゃいを取りたいので、まず1目目の後ろから前に針を出して、で、ここのね、足の間に入れながら、よいしょ。ここを入れて、糸かけて出してきて、かけて、細編みですね。はい。そしたら、リングをつけます。はい。じゃあ次ですね。次の子にまた、よいしょ、針を入れて、ここを拾いながらやなかったら裏からこの1本だけちょびをね、指で挟んで。はいはいはい。ね。このちょびを挟んでっていうラインを残していく編み方です。後ろのちょぼだけに編んでいってます。よいしょ。ちょぼじゃないとこも取れたらダメだす。ちょぼだけを取ってござんす。ちょっと待ってよ。よし。はい。ちょびだけをね、こうして取っていきます。で、よいしょ。ちょっとこの前段、さっきまでね、歯医者さんでね、こうやって歯医者さんのところで慌てて編みよったから普通の力で編んでしもうたわ。ということでね、ほんのりとした力で編むということは大事です。
はい。でこんな感じで裏側にラインを残しながら、表側にラインを残しながら、裏のこのちょびだけに編んでいく。この頭の下にあるこのちょびですね。この子にだけ編んでいくっていうのを、一周回ってきてください。はい。頑張ってください。はい。じゃあまた一周ずーっと回ってきて、まずね、この子ほら。この子は裏にピューっといってる子なんですよ。ちょっと長めになってるんです。さっきとちょっと違う編み方、立ち上がりをしたので、で、頭としてしっかりあるのがここ。で、足がここにありますね。この足に見えるところはここ立ち上がってきたとこなので、ね、なので立ち上がりが目立たないというあれなんですけど、一番最後はここです。はい。で、この目じゃない、こう、なんていうの？日本が一本にギュッと固まってるやつは、引き上げたやつなので違います。最後がこの子。ね、後ろから前にやって、この一本だけを、もう最後やからね、力ずくです。よいしょ。はい。そしたらですよ、今、ここの最初のとこまで戻ってきました。どうするかと言いますと、最初の頭にブスッと手前から針を入れます。おう、初のやね。はい。なら、これを引き抜き。上を押さえて、右に、この針の上の糸を押さえて、押さえた状態で右にぐーっと引っ張る。根元の目をちっちゃくします。で、たわんだこを直す。はい。とりあえず今日のところまでできました。まだね、なかなかこうちょっと進んでないなと思うんですけど、ここまでがちょっとややこしいところなので、ここを理解してくれたら上の方も説明がしやすいし、で、今ちょっとね、内側にちょっと丸まってる感じがあるかもしれないんですけど、上の方を編んでいったら大丈夫なので、このまま次回、そうやね、できたら明後日には頑張りたいという気持ちはむちゃくちゃ持ってます。週末に編みたいなっていう人も結構いてるので、できたらね、金曜日にアップして、土日に編んでもらえたらなという感じになっております。はい。で、ちょっとね、引っ張ってこう、一応形を整えといてあげてください。ここまで来れましたでしょうか。はい。そしたらもうちょっと緩めてね、針外しといてもらって、この状態で次回から8号針で始めます。いいですか？ 8 号針です。もう7号針は、最後上の方でまた使うんですけど、上の方でね、また使うんですけど、そこまでお休みになります。なので、あさっての時には、この8号針を用意しとってもらったらいいかなと思います。あさってかわからんよ。頑張ってあさってにっていうことで。はい。なので、今日はここまでになります。あとはね、ちょっと作っとった陶芸の作品見てくれるもうね、次回まで、じゃあバイバイ言う人はもうここで去ってもらって大丈夫ですよ。バイバイ。次回まで。バイバイ。はい。ほんなら、ちょっと、陶芸の見て、ね。見て、この子。ね、この間、インスタとか見てくれてる人はわかると思うねんけど、前にね、作ってたの、入れ物を置いて、落としましたんや。直しましたんやけど、その後、置いて、それがちょっとね、もう、落としたんも気に入れへんから思って、新たに作りましたんよ。じゃんじゃじゃーん。あ、逆や。ちょっと待って。全然じゃんじゃじゃんじゃん。じゃんじゃじゃーん。超ミニチュアで作りました。焼いたらまだもうちょっともう一回り弱ぐらいはちっちゃくなるんじゃないかという感じです。色も何色にしようか悩みながら。めちゃくちゃ可愛くない？このなんか外国のなんか販売しとる普通のね市販の陶器でむっちゃ可愛いやんと思って、不思議の国のアリスみたいなやつをそれに私陶芸のエプロンがさ小人図鑑なんや。ほんでね、小人図鑑の見て、いや、面白いやんと思ってやりよってんけど、小人図鑑なかなか難しいからね、こんな鷹の花親方、今は違うんかとか、あんた、昔の子役のあんたさんまさんの時に出とった内山くんみたいなね、こんな顔ができましたんや。怖いよ、怖いよ。これでも中にね、入れたって、これぐっと歪んどるから、使い勝手は悪いというね、ただの飾りになりそうな、陶器になりそうです。あとはね、この間ほら、イベントやっとってね、ありがとうございました。イベントでご協力いただいた皆様、あの時に一番人気でした、藤子さんがおりましたね。藤子さんはあれ、ゾウさんでした。ということで、はい、これちょっと画面が近いんだな。よし。はい、大きいヤンボールです。これ焼いたらちょっとちっちゃくなりますね。これね、いつもここの毛糸マークに何のモチーフかでこうちょっと変わってくるんですけど、今回はね、リンゴということで、まあネタも大体バラしてますわな。じゃん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 、ちょっと半が空きやけど。じゃんじゃじゃーん、ゾウさんにしました。いや、いつもゾウさんやねんけど、ちょっと型取ってみました。ね。で、これね、実はこの子、男の子なんですよ。ね。ほったらハートが来たいうことは、じゃ、やめとけて。
あ、象の藤子あれ人気やったからな思って口つけたら全然これどういうこと一つ目小僧みたいになってるんです。ね、なかなかでございますよ。ほいでまたこんだけのメスにこんな小さいオスというね、なんでかしら毎回メスだけ大きなるっていうこういうことをやっております。どんなになるかまた焼いてね、インスタの方アップしたいと思います。インスタね、見れる人見に来て、大体おもろいことやってるから。ということで今日は、最終こんなお話でした。はい。それじゃあ、また来週までに来週じゃない、明後日までにね、8号針を用意して、お待ちください。今日も長い間ご視聴いただきありがとうございました。それじゃあね、バイバイ。